皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の株式市場の好調さについて解説しようと思います。このチャンネルでは、中国の株式市場に問題がある。中国経済にはこれから莫大な不良債権問題が足かせとなるといった話をしてきました。じゃあ日本はどうなのかについて今回は株式市場を通して日本の現状を見てみましょう。まずは日本の株式市場が今非常に好調であるといったニュースが流れているので、そのことから触れていきましょう。割安日本に投資マネー、日経平均、史上最高値視野に。13日の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1066円上げ、37,963円と1990年1月11日以来約34年1ヶ月ぶりの水準で終えた。人工知能 AI 分野の需要増を期待した半導体関連株への買いが相場を押し上げた。アメリカテック株の上昇基調を支えにリスク先行度を高めた投資マネーがなお割安に移る日本株に向かっている。日経平均の上げ幅は新型コロナウイルス化の初期にアメリカ経済対策期待で急伸した2020年3月25日以来3年11ヶ月ぶり歴代17位の大きさだった。取引終了の直前には1113円高の38,010円まで上げた。1989年末の史上最高値38,915円が視野に入り始めた。牽引役は半導体関連株だ。生成 AI 事業の成長期待に沸くアメリカ市場の波が日本に本格的に及んでいる。製造装置国内最大手の東京エレクトロンは 13% 高と急伸した。2024年3月期通期の業績見通しや配当金の上積みが交換され、1銘柄で日経平均を396円押し上げた。ソフトバンクグループは傘下のイギリス半導体設計大手アーム株の急騰を受け、連日大幅高となっている。アメリカの株式市場に上場しているアームホールディングスの株価はこちら。1月2月は1株当たり80ドル程度だったものが、ここ最近に来て一気に吹き上げて、直近の株価は148ドルまで急騰しています。日本株高の背景には、上場企業の2023年4から12月期決算発表で稼ぐ力の回復が確認され、海外投資家の見直し買いを後押ししたことがある。1月に日本株の注目度が高まったところへ、機動的な投資や株主還元の進展が確認され、継続的な収益拡大へのメッセージと評価されていると話す。足元の株高の起爆剤になったのが、円安に頼らない利益創出力を示したトヨタ自動車の決算発表だ。同社株は13日も上場来高値をつけ、時価総額は56兆円台と日本企業の歴代最大の更新が続く。1株当たり純利益の何倍まで買われているかを示す予想 PER 株価収益率は日経平均全体で 16.3 倍と20倍強のアメリカ S&P500 種株価指数を下回る。日経平均の2023年末期の上昇率は 13% に達した。市場では日米ともに半導体株高は期待先行で投資尺度で説明しづらい水準に入ってきたとの声がある。一部の主力株への資金集中が日本でも強まる中、急ピッチな上昇に警戒感も出ている。日本では新NISA制度のスタートに伴って個人投資家も多く株式投資を始めたという状況の中です。そのため日経平均が上昇するとどうしても新しく株を始めた人が日本株をいっぱい買っているんだなと思いがちなわけですが、実際はそうではありません。そのことを示しているデータを見てみましょう。それは海外の投資家がどれだけ買っているか、個人投資家は、信託銀行はといったそれぞれの動向を示したものです。それを見ると個人投資家はむしろこの株高に対しては利益確定の売りを出しています。一方で海外の投資家は継続的な買いを入れていて、昨年来からずっとひたすら買い越しが続いています。ですから現在の日経平均の上昇というのはかなりの部分、海外からの資金が主役となっています。この点については以前お話ししましたが、中国市場から脱出したお金が日本へと入ってきているというのもあるでしょうし、また欧米からの割安感といったものを材料とした日本株買いも継続的に行われているのでしょう。では、新NISAが始まって日本人が株式投資を始めた、そのお金はどこに向かっているか見ておきましょう。新NISA投資信託に
1兆3000億円近く流入、約16年ぶりの高水準に。2月13日を金融庁は日付の語呂合わせで NISA の日としています。個人投資家向けの優遇税制の NISA が拡充された先月、ETF 上場投資信託を除く投資信託の資金の出入りは流入分が1兆3000億円近く多くなり、16年ぶりの高い水準になったという推計がまとまりました。このうち先月、非課税で保有できる限度額が拡充された個人投資家向けの優遇税制 NISA の対象となる投資信託の純流入額が 99% を占め、新たな制度が積極的に活用されている実態が伺えます。純流入額が多かった1位から5位までが主に海外株式で構成される商品やアメリカの S&P500 の株価指数に連動する商品など海外関連だったということです。というわけで日本人が買っている海外投信、一体どのようなものかランキングを見てみましょう。新NISAの投信購入は米国株と世界株に集中。1位が EMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリー。これがオルカンと呼ばれるものです。2位が EMAXIS SLIM 米国株式 S&P500。以下 S&P500 が続き、さらにアメリカ株の中でもハイテク系に集中投資するナスダック100や10位にはこれから伸びる国であるインドなどについても投資信託の名前が入っています。新NISA制度の特徴というのは、儲かった部分については非課税になるということです。しかし一方において株式市場は上げ下げというものが必ずあります。さらには経済全体で言っても好景気な時もあれば不景気な時もあり、また時には全く思いがけないようなところで暴落騒ぎというのもあるものです。そうした様々なイベントといったものを長い目で見てみれば、一度買ってそれを保有し続けることによって年数が長ければ長いほどそれらのリスクを平準化して最終的にはほとんど負けないような状態になります。長期投資で間違ったところにお金を持っていかなければほとんどの場合は利益を増やすことができるというわけです。新NISA制度の発足に伴って株高と聞けば、日本人がいっぱい買っているからこんなに値段が上がっているんだなとちょっと勘違いしやすいわけですが、実態としては今の日本株に対してはまだまだ割安だなと考えた海外勢が買いを入れている状況です。多くの日本人にとっては以前の株安の状態から株式投資を始めている人たちがたくさんいて、それらの人たちにしてみれば今の株価というのはバブル期と同じぐらいの水準なのか、そろそろ利益確定しても良いかなと思う人が多くなっている。そのために個人投資家は売りが多くなっているわけです。一方、新NISAをこれから始めようとする人はそもそも株安の時代には株式投資をしていないわけで手持ちの株はありません。ですから売り買いにはあまり関係なく、長期投資にはどこがいいんだろうかといった情報収集をする上でアメリカの未来にかけてS&P500 などに注目する人が多くなり、でもそのような少しどこかの国に集中投資するのはどうなるかわからないなという方には、より広く分散する全世界株式オールカントリーオルカンが好評だというわけです。じゃあ日本は今の状態というのは昔のバブル期に比べれば今の株式評価というものは妥当なのかどうかについてお話をしておかないといけません。過去におけるバブル期というのはまさに実態以上にやたらめったら買われてしまった、だからこそバブルと呼ばれているわけです。一方において現在の株式市場の日本企業は総じて昔に比べれば明らかに収益構造は改善しています。しかし多くの人たちにとっては中身が変わったことをまだまだ理解していない人は多いです。例えばそこで日本企業の変化を説明するのに代表的な企業を2つ挙げておきましょう。例えばソニーと日立です。ソニーの場合だと昔のイメージであればエレクトロニクスの会社でしたが、現在のソニーの場合だとそうしたエレクトロニクスの会社というよりはサービスを売る会社へと変貌しています。同じ会社名であったとしてもその会社が何を売っているか事業の中身は変貌しているというわけです。では日立の方はどうかといえば、日立の場合であれば一般消費者向けの商売については縮小する一方において企業向けの商売をどんどんと伸ばしています。これはソニーの方は売るものを変えたのに対して
日立の場合は売る相手を変えたというわけです。そのため日立の一般商品を見る機会が減ったことにより、日立が衰退したかのように勘違いする人もいますが、実際は全く異なっています。また、前回の動画でアメリカは新しい成長のエンジンとして生成 AI 関連の話をしました。今回取り上げた話の中にも生成 AI 関連の中で半導体関連株が急騰していることを取り上げて、それの関連で日本企業のソフトバンクが伸びているという話も出てきました。これは持ち株保有分についての上昇を受けての話だとは思いますが、実需の話としては半導体の製造装置メーカーである東京エレクトロンの方が真っ当な投資先だとは言えるでしょう。ただし、この生成 AI 関連については期待がものすごく高まっていて、これがどこの部分で適正価格なのかについては結構わからない水準まで到達していますから、個別株投資というのは慣れない人がするものではないと思います。個人投資家がこのようなテーマ株の物色に付き合うようになると、市場をいつも見なければならなくなる状態になりますから、なるべくならコツコツと長期積み立て分散投資といった原則を守る方が良いと思います。というのも、どこかの株がものすごい上がったぞ、よし個別株を買うんだといったようなことを初心者がした場合においては、市場が右肩上がりの時はなんとなく連れて行ってもらって大儲けをすることができるのですが、株式市場というのは上がり続けるわけではありません。どんな時でも調整相場はありますし、景気全体で言っても不景気というものは必ずやってきます。単純に運がいいだけで勝ち続けてきた人は、そのような調整相場や暴落騒ぎなどに巻き込まれた時に、あっという間に利益を吐き出して大損をこいて、株なんてやるんじゃなかった、株式投資なんてギャンブルだみたいな、自分自身がギャンブル的な売り買いをしていたことを棚に上げて、投資を全否定して株式市場から去るといったことが起こりがちです。そうした個人の売買動向については一旦話を横に置いとくとしても、大事なポイントとしては、日本企業は確実に実績を積み重ねてきて収益構造を強化してきました。ただし、その収益構造の変化の中で一般消費者向けの商品というものがなくなっていく企業もありますし、また売っていた主力商品そのものが全く変貌した会社なども数多くあります。だからこそちょっと分かりづらくなってはいるのですが、日本経済全体が横ばいという状態がずっと続いてきた中においても、生き残ってきた企業は確実に筋肉質な体質になっているということを理解すべきでしょう。一方においてそのように企業の収益構造が良くなっているんだったら、なんで国民の生活が良くなっていないんだという不満を持つ方は当然おられるでしょう。その部分についてははっきり言えば政治の問題です。特に日本人にとって問題なのは、給与の上昇よりも物価の上昇や、もしくは社会保険料の増加といった手取りを減らすような出来事が起こっていることです。この部分については政治の問題で、そちらの方にもぜひとも関心を持ってほしいです。というわけで今回は中国の経済についてのお話をしたその翌日なので、今回は日本の株式市場の好調さについて取り上げました。イメージとしては新NISAの発足に伴って日本人がガンガンと株を買っているかのようなイメージを持つわけですが、実際のところは日本人は長い間株安に慣れていますから、現在の株高には保有株を売りつける利益確定の売りが非常に多くなっています。一方において新しく始まった新NISA制度においては、日本株ではなくアメリカやもしくは全世界の経済に対する分散投資といったものが推奨され、それに伴う S&P500 やオルカンの投資信託が好調です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは皆さんの情報更新や知識の整理整頓に役立つような話をしています。これからもこのチャンネルの動画を見続けてもらえればなと思っています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。